皆さんこんにちは。今日で3日目の配信になりますが、このワーク続けられてますか？ぜひね、今日もやってみてくださいね。今日はお顔を変えるには順番があるというお話をね、していこうと思います。で、それはまず流れを良くしてから、そして緩めて動かすというね、お話なんですよ。まず最初に緩めて動かして形を整えるって言ったじゃないかってね、思われるかもしれないんですけど、その緩めるっていう中の一つとしてね、流れを良くするというふうにね、考えてもらえればと思います。で、年齢を重ねて出てくるお悩みのほとんどはやっぱりこのステップを踏んでいくことが大事なんですよね。例えばこのほうれい線、皆さんもね、やっぱ悩みとしてはナンバーワンで言われるね、ほうれい線なんですけど、ほとんどの方が一生懸命消そうとするんですよね。だけどほうれい線っていうのはそもそも消せないんですよ。なんでかっていうと、ほうれい線っていうのはこの赤ちゃんでもあるものなんですよね。もうね、解剖学的に赤ちゃんの時からあるこの骨格の凸凹、これがほうれい線なんですよ。じゃあ何が問題かっていうと、この凸凹のほうれい線がここが深く、そして長くなることが問題なんですよね。じゃあその深く長くなるのはなんでできるかっていうと、この筋肉が硬くなったり、そして引っ張られたりしてぐーっとこうやって下がってきてできちゃうものなんですよ。で、逆に例えばほうれい線用のクリームとかあるんですけど、こういう深くて長くなってくるほうれい線っていうのはもうね、皮膚の問題ではないんですよね。このね、筋肉が下がってきて皮膚が折りたたまれた状態、これがずっと続いていて、ちょっとこうやって持ち上げた時にここに線がね、くっきり入ってる。この入ってる線に関しては皮膚の問題なので、クリームを塗ったりとかすることによって変わっていくことはあるんですけど、そもそものこの深くなっちゃってるこれはね、皮膚じゃなくて筋肉とか脂肪の問題なんですよ。なので、ここの問題っていうのは、この硬くなっているものを柔らかい状態にして、そして元の場所に戻してあげる。これが必要なんですよね。なので、この消すんじゃなくて、この動かして薄くする。こういう風にね、考えていただくと、めちゃくちゃお顔変えやすくなってくるんですよ。で、この順番を知らずに、例えばほうれい線だったらクリーム塗ってみたり、あとはこの顔ヨガとか筋トレしてみたりとか、一生懸命マッサージしてみたりっていう風に闇雲にやっちゃう方がいるんですけど、深くなって長くなってる、この原因を取り除かない限り、どれだけこの筋トレしようがクリーム塗ろうが意味がないんですよね。逆に、この硬くて動かない状態で一生懸命顔を動かそうとすると、ここにぶつかってシワが余計にできますよね。これが逆に自分で筋トレしたりとか、あとマッサージしたりすると、このね、顔がたるむよとかほうれい線深くなるよって言われる原因なんですよ。皆さん今、このお顔の外側ですね、頭とか首肩の癒着をね、取っていただいてると思いますけれども、今日もね、しっかりやっていきましょうね。だけど、そのほとんどの方がこの首肩からやりましょうって言うとね、お顔の中ってやらなくていいの？早くやりたいんですけどっていう風にね、思われる方も多いと思うんですよ。でも、それはね、最初はやらなくていいんです。なんでかっていうと、首とか頭の筋肉っていうのは、この筋肉像をね、見てもらえばわかると思うんですけど、全然大きさがこの顔の中の筋肉と違うんですよね。もうアリンコと象ぐらい違う筋肉もあるわけですよ。で、そうすると、その象みたいなね、大きい筋肉が硬くなることによって、アリなんかはどれが筋トレしようが、この象が迫ってきて落っこってきたらもうひとたまりもなく下がってくるわけですよ。そうすると、ここをどれだけ鍛えようが、こっちが硬かったら意味がないってことになるんですよね。今、2日間ですね、この首とか頭の癒着取りをしていただいて、ちょっとね、頭が軽くなったなとか首が軽くなったなっていうね、そのね、楽になったなっていう感覚。あとは、そのお顔に対してはまだね、そんなにすごい変わったっていう効果は感じないけど、でもすごく首が曲げやすくなったとかね、動かしやすくなったっていう感覚もあると思うんですよ。今ね、手でこういう風にね、やっていただいてると思うんですけど、ちなみにですね、その手でやって結構効果が感じるなとか、これっていいななんて思っていただいたら、もっとね、効果を出すためには、このフェイスポインターのこのヘッドドライバーっていうね、この頭とか首専用のアタッチメントがあるので、こういうのをね、使っていただくのもおすすめです。このね、セットがおすすめになるんですけど、こちら、LINE にオンラインショップがありますので、気になる方はね、ぜひ見てみてください。もっともっと早くね、お顔が変わっていきます。で、そのちょっと動かしやすくなったとか軽くなったっていうのが、それが正常に近づいてるっていうことなんですよ。お顔が変わりやすい状態にだんだん近づいてきているってことなんですよね。で、逆に今まではその硬くて動きにくい筋肉っていうのが上から乗っかってきたり、お顔を引っ張ったりして、それでお顔を下げてたんですよね。さらに下げるだけじゃなくって、このお顔が動かしにくくなってた。で、これをこのね、お顔の額縁になっているこの頭とか首、この周りのこのロックされてる状態っていうのを外さずに頑張ってお顔とトレーニングをしたり、あと癒着を剥がしたりしても、なかなかやっぱりね、お顔っていうのは変わらないんですよ。で、その周りのこの硬くなったロックを外さずに
にどれだけお顔の中で一生懸命動かしたりしても、やっぱり理想で動いてくれる状態の10分の1しか動けなかったり、さらに動けないから違う筋肉を使っちゃったりして、違うところがこう下げてきちゃったりする。あとはですね、このロックを外さずに、このお顔の中だけ一生懸命癒着をとっても、やっぱりここが柔らかくなってもこっちが硬いのでこう下がってる状態っていうのは変わらないんですよ。なのでなかなかやっぱり効果が出にくかったりするんですよね。例えばそのお顔の筋膜リリースとかやって逆にたるんじゃったっていう方は、もしかしたらこの辺の頭と首の癒着が取れてなくって、その引っ張りによって逆に柔らかくなった分ね、引っ張られやすくなってたるんじゃったっていうこともあるかもしれません。だからこそやっぱり一番大事なのはまずはこのロックを外していくことなので、外側から始めていきました。これはね、2、3日で取れるような話ではないので、ぜひね、習慣的に継続してやっていただくのがおすすめです。で、今お話しした通り、外側から動かしていくのが大事なんですけど、なんでかっていうと、このお顔の悩み、ほとんどがこの外側の引っ張りから来てるし、このお顔の中だけじゃなくって、この頭とか首も含めて、ちゃんとこの形を変えていくというふうに考えていただいた方が、もっともっとね、変わっていくんですよ。例えばこの首の筋肉が硬くなってしまうと、お顔をこうやって下に引っ張るんですよね。そしてこう前に持ってくる。そうするとここのフェイスラインのもたつきにつながったり、ここの前に来るので口周りのもたつきにつながってきたりする。そしてほうれい線が長くなってくる。こういう原因を作るんですよ。なのでこの首をまずは後ろに持っていって、そして引っ張りをなくしていくと、まずここの下半分が綺麗になっていくんですよね。で、今度は頭もこのほうれい線とかこの目の下のたるみっていうのは、この側頭筋がこうやって下に下がってくることによって、この目の下がくぼんできたりとか、あとほうれい線が深くなる。これもね、理由の大きな一つなんですよ。なのでこれをぐっとこう元の場所に戻してあげる。そうするだけでこういう風にね、ほうれい線が綺麗になってきたりします。なので皆さんね、よくこういう風になったらいいのになーなんて、この辺こうピッピッピッと引っ張るじゃないですか。とかね、この辺とかこうやって引っ張る。それってね、感覚として合ってるんですよ。やっぱりその首とか頭がこう下がってきてるっていうのをこっちに戻していく。これが大事なんですよ。で、最後にこの前頭筋とかからこう上にぐーっと持ち上げていく。この頭とか首も含めて顔を変えていくと。こういう考え方ができると、もっともっとね、お顔綺麗に変わっていきます。で、それをお顔の中だけで何とかしようと思って、ここの動きを止めてみたり、ここに何か入れてみたり、こうちょっとこう引っ張ってみたりっていうと、ここが全然変わってないので、そもそもお悩みが解消しにくい。またね、ここの効果がなくなったら戻っちゃうっていうことと、この中だけで頑張ってるので、顔がちょっと突っ張ったような感じになるんですよね。で、こっちからこうやって動かしていくと自然なんだけど、この中だけで一生懸命丸くしたりとかね、固めたりとか、いろいろやってると、やっぱりね、動きとしてはおかしくなってくる。なので、ちょっと変な顔だな、なんてね、思われる方も出てくるという感じなんですよ。で、前回ね、ここまでやってったので、じゃあ今回はお顔の中にいけるのと思うとね、まだまだちょっとね、いけないんですよ。なんでかっていうと、一番最初に話したこの癒着を取っていって動かしやすくしていくんだけど、それが流れがいい状態じゃないと、前回からこの頭とか首、そしてね、お顔の中ももちろん入っていくんですけど、この癒着を取った状態を今度、この取れたコリとか癒着、その老廃物、それどこに行くのっていうと、こう流れていかなきゃいけないんですよね。なのでその流れがいい状態じゃないと、また元に戻りやすくなっちゃうんですよ。なので今回は流れのいい状態を作っていくと。それをね、やりたいと思います。でもね、安心してください。明日にはね、ちゃんとお顔の中のね、筋膜リリースの動画もお出ししますので、ぜひね、今日はしっかり流れを良くする。これをね、やっていきましょう。で、流れを良くするっていうのはどういうことっていうと、リンパですね。リンパの流れとか、あと血流。これがいい状態を作っていきたい。で、そうすると、リンパマッサージね、とか、カッサやってるよとかってね、いう方も結構いると思うんですけど、もっと効果的に根本的に流れを良くするポイントっていうのがあるんですよ。それがリンパ節なんですね。で、リンパ節って何？よく言われるリンパと何が違うのって思われる方もね、多いと思うんですけど、結構ね、これも無意識に皆さんやってるんですよ。例えばね、リンパマッサージとかこういう感じでやって、ここにまず流しますみたいな。その後ここにこう流していって、ここに流しますみたいな感じでね、やってると思うんですけど、この流しますって言ってるこのポイント、ここがね、リンパ節なんです。つまりその曲がり角、この老廃物を集めてくれる集積場所みたいなね、感じで思っていただければと思います。ゴミ収集車をこう流していって、そしてここに集めてくる。そして今度こっちからこっちにゴミ収集車を
持っていって、で、ここにゴミ捨て場に流していくと。そういう感じでリンパマッサージをね、やってる方が多いと思います。で、このリンパ節っていうのは何かっていうと、ほとんどの方がこうリンパマッサージをしてね、ここをプッシュしますとか、ここをプッシュしますとかっていう風にね、やってると思うんですけど、このプッシュしてる場所、ここがね、リンパ節なんですよ。でこのリンパ節っていうのは体の中に300から600個ぐらいあって、このリンパ管が細胞から老廃物を持ってきて、そして流れてきて、そしてそのね老廃物に細菌とかウイルスとかそのがん細胞とかいないかっていうふうにこうチェックしてくれる免疫機能なんですね。なんでこうゴミが流れてきて、そのゴミの中に例えば爆発物がないかなとかね、そういうふうにこうチェックしてくれるようなゴミ収集場所みたいなふうに考えていただくといいと思います。でそのゴミ収集場所っていうのがだいたいね300から600個あって、それによって人間の体っていうのは健康が保たれているということなんですよ。でこのリンパ節が詰まってしまうと、この流れが悪くなってしまうので、どちらかというとこのリンパをこう流すというよりは、もっと根本的なのはこのリンパ節の詰まりを取ってあげることによって、リンパっていうのは基本的には流れてるんですよ。それがこう詰まっちゃったり、老廃物が溜まりすぎちゃうと、リンパの流れも血流の流れも悪くなってくる、ゆっくりになってくる。そうするとどんどん回収できなくってむくんでしまったりとか、コリが溜まってっちゃったりするんですよね。なのでここを流してあげるだけじゃなくて、ここの詰まりを取ってあげる、このリンパ節にアプローチするっていうのが、より根本的にお悩みを解決していくためには大事なポイントなんですね。これからお顔の中の筋膜リリースをすることによって、その癒着していたのがこう動くようになってきて、この動くことによってよりね老廃物が出やすくなってくる。それでせっかく出てきた老廃物がこのリンパ節が詰まってたらまた元に戻りやすくなっちゃうんですよ。なのでまず最初にその流れを良くする、この血流とかリンパ管の流れを良くすることによって、そのお顔の癒着を取るってこともね、より効果的にできるようにしていきましょうということです。で今までねやってたようなそのコロコロするとかカッサとかね、この手のマッサージとかっていうのは、そのリンパ節へのアプローチっていうのは弱かったんですよ。なので私たちは指でやってもいいし、このフェイスポインターですね、これによってピンポイントにこのリンパ節にアプローチをしていきましょうということなんですよね。でそのアプローチしたいリンパ節っていうのがこの鎖骨の下、そして上に上がって、この鎖骨の上、耳の下、耳の手前、あとはこの顎下、ここの5箇所、この5箇所のリンパ節の詰まりが取れてくると、かなりお顔がすっきり、流れがいい状態がね継続できると思います。でこの流れが良くなることによって血流も良くなるので、よりお顔に栄養が行きやすくなって、お肌もね元気になってきたり、あとは凝りにくい、むくみにくいお顔に、ね、なってくると思います。で今日お送りしている動画はそのリンパ節の詰まりを取ってあげるね動画になりますので、ぜひこの後ね一緒にやってみてください。でリンパ節の詰まりを取って流れのいい状態を作って、さらに明日はやっとね皆さんお待ちかねのこのお顔の中の筋膜リリースのね動画もお送りしますので、それもね楽しみに待っていただければと思います。で継続して1日目の動画、お顔の外側、頭とか首、このね癒着も取っていきながらリンパ節の詰まりも取り、そして明日にはお顔の中で特に凝りやすいこの口筋とか口周り、そして頬の筋肉、この辺をしっかりと緩めていくことによってお顔が動かしやすくなってきます。それだけでもこう引っ張りがなくなってきて、劇的にお顔がね変わっていく方も多いし、この動かしやすい状態になって初めて筋トレをしていきます。なのでね、順番に皆さんね一歩一歩進んでいるので、ぜひ楽しみにね、そして自分のお顔がどう変わっていくかっていうのをワクワクしながらね毎日続けていただければと思います。もちろんですね、数日でじゃあこれやったからお顔が劇的に変わりますってことはね絶対ないです。やっぱり今までの習慣によって積み重ねられてきた動かし方、そしてお顔の凝り、癒着なので、やっぱりね早い方でも3ヶ月はかかります。でも徹底的にまずはね1週間とかやってみて、ちょっとでもこう変わったポイントっていうのをね見つけていく、これもねすごく大事なんですよ。でなるほど、こういうことをやったらお顔って変わるんだっていうのをね分かっていくっていうのがすごく大事なんですね。そうするとその知識が身につくので、じゃあ次にここら辺が気になるななんて思った時に、ここら辺の原因かなっていうふうに自分で考えることができる。あとは例えば新しい美顔器が出た時に、これって自分にとって必要かなってことが判断できるようになる。それがねすごく大事なんですよ。なのでね、自分の今のお悩み、気になるお悩みっていうのは今までの自分の生活習慣が作ってきたものなので、焦らずにコツコツと改善していきながら、その知識を学んでいく、それもね楽しんでやっていただければと思います。ではもう一つの動画でリンパの詰まりのマークやっていきましょう。ではまた。